BTS の最年長メンバーのジンは面倒見もよく弟たちに愛されていますよね。今回はジンと6人の弟たちメンバーとの関係性、愛されすぎている長男をお届けします。普段はグループのマンねと思われるほど一番騒がしいジンですが、弟たちに対する母性あふれる行動に感動させられました。ジンの性格をおさらい。端正な顔立ちのジンは一見クールに見えますが、自身を WWH ワールドワイドハンサムと呼んだり、親父ギャグを連発したりと、実はとってもユニークな性格をしているのです。最年長なのにグループではムードメーカー的存在で、ジンの周りでは笑いが絶えません。デビュー当時のジンといえばクールでおとなしい印象でしたが、それは事務所からビジュアルのイメージを崩さないようにと言われ、クールなキャラクターを演じてたそう。それが年々本来の面白い姿を見せ始め、今のアーミーの皆さんが知っているユニークなジンが現れてきたのです。ヒャッヒャッヒャと窓吹きのような笑い声や屈託のない笑顔は彼の底抜けの明るさを物語っていますよね。ジンとメンバーの関係性。長男らしくない長男と言われているジンですが、明るく親しみやすい性格で6人の弟たちととっても仲良し。メンバーとの関係性がわかるエピソードをご紹介します。シュガ。グループでは年上組として弟たちの面倒を見てきたジンとシュガはお互いをソウルメイトと言い合うほど心が通い合っているのです。長年ルームメイトとして生活を共にしてきた2人は何も言わずともお互いの思っていることがわかると語っていたほど、マンネラインのようにふざけ合ったりする関係性ではないですが、2019年の長期休暇には一緒に釣りに出かけたりと、2人らしい穏やかな時間を過ごしてきたジンとシュガ。インザスープシーズン1やボンボヤージュマルタ編では仲睦まじく釣りを楽しんでいる様子を見ることができます。明るいジンと寡黙なシュガは一見正反対のタイプのように見えますが、意外と価値観が合うことや長年ルームメイトとして過ごしてきたからこそ居心地がいいのでしょうね。J-HOPE。ジンにとって J-HOPE はまさしくダンスの先生で、今までに J-HOPE からダンスを教わっている姿が幾度となく公開されてきました。そんな中、2020年の BTS フェスタで最も怖いものはという質問で、ジンの回答にファンたちが大爆笑。なんとジンはこの質問に対し、舞台で間違えた時に見る J-HOPE の顔とはっきりと回答したのです。デビュー当時から J-HOPE に教えてもらってきたジンですが、7年目になってもまだまだダンスに関しては師弟関係のようですね。素直すぎるジンの回答が面白かったのはもちろん、改めて BTS がどれだけ完璧なステージを追求しているかがわかるエピソードだったのではないでしょうか。RM。グループの長男ジンとリーダーの RM は精神的に支え合い、尊敬し合っている2人です。長男とリーダーという責任感のある立場でメンバーたちを引っ張っていく役割を果たしてきたジンと RM はお互いに頼れる友達というほど信頼し合っているよう。しかしジンと RM はお互いを支え合っている反面、ダンスのライバルでもあるのです。ダンス未経験のため練習生時代から苦労してきた2人は他のメンバーとは別メニューの練習を重ね、追いつけるように努力してきたのだとか。以前ジンはテレビ番組で、僕はダンスが下手なんですけどナムジンは本当に下手なんです、ライバルですね、永遠のライバルと暴露したことも。現在では他のメンバーから引けを取らないダンスを披露しているジンと RM を見ると、相当努力してきたことが伺えますね。ジミン。ブライブでの生配信やジンのオリジナルコンテンツイートジンでいつも仲睦まじい姿を見せてくれるジンとジミン。大体メンバー同士でふざけ合っている中心には
この2人がいることが多いですよね。この2人の間には有名な感動エピソードがあり、ジンのジミンへ対する愛ある行動が話題に。2017年、2018年とアメリカツアーでジミンに対する殺害予告がネット上で拡散され、世界中が騒然。その際、ジンは殺害予告からジミンを守るため、同じ髪型、サングラス、服装と双子コーデで登場。もしかすると、自分も被害に遭う可能性もあるのにもかかわらず、可愛い弟を守るために行動したジンに称賛の嵐が。どれだけジミンのことを大切に思っているかが分かりましたよね。テテはいつも面倒を見てくれるジンのことが一番大好きだとインタビューで答えるほど、ジンには自然体で甘えることができているようです。しかし、2018年に YouTube 上で公開された BTS バーン・ザ・ステージで、普段は仲良しな2人が喧嘩をしていたことが明らかに。コンサートのリハーサルの際、テテはジンにダンス位置の移動についてもう少しだけ早く移動をしてほしいとお願いすると、僕はできる限り早く移動しているのにどうして文句を言うのとジンが言い返してしまい喧嘩に。本番を終え、それぞれの思いを素直に話すことで無事和解することができたジンとテテ。喧嘩をする2人を見て少しヒヤッとしましたが、何でも対等に言い合える関係は素敵なことですよね。ジョングク。いつもふざけ合いじゃれ合っているジンとジョングクですが、実は年齢差が5歳もあるのには驚きですよね。ジンは、ジョングクは僕がおぶって育てたと話すほど、デビュー前からジョングクを可愛がってきました。ファンからグクジンの愛称で親しまれている2人は、ほぼ同時期に練習生生活をスタート。当時15歳だったジョングクは、過酷な練習や家族に会えない生活が苦しくホームシック状態に。そんな当時のジョングクを支えたのがジンで、自分の実家に連れて行き、ご飯を一緒に食べ、本当の実家と思ってくれたらいいと諭したり、ソウルの街へ遊びに連れ出したりと、寂しい思いをしないように気をつけていたそう。いつもふざけてばかりのジンとジョングクにも過去にこんな心温まるエピソードがあったなんて驚きましたよね。ジンが BTS のメンバーでよかった。年上だからといって決して威張ったりせず、弟たちと対等な関係を築いているジン。上下関係の厳しい韓国で BTS のようにメンバー全員が平等なグループは珍しいと言われていますよね。普段は誰よりもふざけており、ムードメーカー的存在のジンですが、BTS としてデビューが決まった時には、自分が一番年上だということを自覚し、何があっても弟たちを守ると心に決めたそう。当時は、幼い弟たちのために、宿舎では食事や身の回りの世話をし、仕事では騒ぐマンネラインをまとめたりと大忙しだったといいます。そして、ジンといえばメンバーからも羨ましがられるほどのポジティブ思考で有名ですよね。思慮深い RM や超ストイックなジミンのようにもがきながら突き進むメンバーが多い BTS の中で、ジンのおおらかで肯定的な考えがグループのバランスを保てていると感じないでしょうか。陰で弟たちを見守り、優しく包み込んでくれるジンが、改めて長男で本当に良かったと思うアーミーも多いはず。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、ジンの他のメンバーとの関係性をご紹介しました。弟たちへの接し方を見ると、ジンがなぜ愛され慕われているのかがわかるエピソードばかりでしたよね。ジンが BTS の長男だったからこそ、ここまでの一体感がグループに生まれたのではないでしょうか。